ご視聴ありがとうございます。今回は東京駅から2駅4分の場所に残る国鉄駅である総武快速線の馬喰町駅の第2弾です。前回の動画に続き、ホームを中心とした構内と西側の様子を徹底解説します。建設当時の事情と現在も残る課題、ひっそり残る痕跡に注目です。地下5階にあるホームを西に向かって進みます。こうして進んでいて何か気づかないでしょうか。柱の横、天井にぶら下がっているこの部材。底面には空調の吹き出し口があるこの形状は前編の新日本橋駅で見かけたのと同じものです。新日本橋駅にはオレンジをベースに駅名を記載した部材が天井に付けられています。この文字は国鉄フォントというものでしょうか。かつては馬喰町駅にも同じような駅名板がありましたが、すでに撤去されています。非常に残念ですが、ここで終わってはいけません。実はこれ、跡形もないように見えますが、文字の痕跡は今もうっすらと残っています。光の反射を利用しないと見ることができませんが、国鉄の香りはこんなところにも健在です。ちなみに、四角間には各駅にベースとなる色が割り当てられており、新日本橋のオレンジに対し、馬喰町は緑。この色は、階段部分のタイルなどに今も残っています。先へ進みましょう。馬喰町駅は、階段などがあるホームの両端が開削工法で作られていますが、その間にある150メートルほどの部分はシールド工法で作られており、単線シールドトンネルの内側に幅3メートル強のホームが収められています。その途中には双方を結ぶ通路が全部で7本あります。少しだけ斜めになっているのがポイントですね。単線シールドトンネルの内側にホームを収めた構造の場合、双方のホームを通路でつなぐ場合と、つながない場合があります。前編の最後でご紹介した都営浅草線の高輪台駅は途中に連絡通路がありますが、東京メトロ東西線の木場駅のように通路が一切ない駅もあります。計画時は両方のトンネルを直接つないでホーム幅を確保する方式なども検討されましたが、工事費や工事期間の兼ね合いから現在の連絡通路案に落ち着きました。ホームが狭くなるという欠点はありますが、それでも十分乗客をさばけると見込まれたようです。そしてこの部分には仕上げにコンクリートブロックが多用されています。これは建設費を抑えるためで、駅の終端にあるシールドトンネルの入り口にも同じものがあります。ホーム階だけかと思いきや、改札や連絡通路がある地下1階にもあります。綺麗に塗装されているので気づきにくいですが、ここにもコンクリートブロックが使われています。撤去された広告板の四角い跡が哀愁を漂わせますが、よく見るとブロックの四角い模様が浮いています。塗装が剥がれたところを見ると、積み上げられたブロックがはっきりと見えますね。この駅が開業した1972年は、国鉄の経営が本格的に傾いていった時代でした。混雑緩和のために必要だった新線建設とはいえ、国鉄自体の赤字が増加していた時期だったため、シンプルな内装やコスト重視の資材選びに、国鉄の懐事情が伺えます。ここから現在も残る痕跡をさらに見ていきましょう。前編でもご紹介した壁面から流れ出る地下水が相変わらず目を引きます。左右の壁面に気を取られがちですが、それ以外にもこの駅のポイントがあります。それが駅構内の至るところにある古いフォントの注意書き。真下にある非常灯は強風が吹き荒れる特性のためか、鉄格子でガードされています。この器具は交換された後のものですが、場所によっては交換前のものも現役です。この器具とこの佇まい、東京駅から2駅4分とは思えないですね。ちなみに、前編では通り過ぎたホームの端にも、器具や看板などに古めのフォントが残っています。文字が消えかかっているところもあれば、消した文字がうっすら残っているところもあり、時代の流れを感じさせますね。そしてこの駅、黄色い点字ブロックが部分的に新しく、中途半端に引っ込んでいる場所があったり、東口が無人化されたことでトンネル壁面の看板が付け替えられたりと、年季を重ねた駅ならではの要素が随所にあります。この看板自体は、シールが2回にわたって貼られているところが面白いですね。房総ビューエクスプレスこと255系が通過です。この列車は、総武本線の銚子までを結ぶ特急潮騒です。房総方面の特急列車の数を減らしてきましたが、
休日の下り方面は1日に6本運行されており、E257 系500番台で運行されるものもあります。そしてこの列車は、E257 系500番台で運用される数少ない列車である、潮西4号の折り返し回送列車です。潮西4号は朝のラッシュ時に運行される列車で、上りの潮西号の中では唯一、総武本線の桜駅を始発としており、255系は9両編成なのに対し、こちらは5両編成を2本つないだ10両編成です。脇を固める列車にも注目ですが、主役はもちろん、成田エクスプレスです。成田空港の利用客が激減した影響で日中は間引かれていますが、12両編成の列車は相関です。この列車は東京駅で切り離し、6両ずつが別々の列車として運行されます。また、平日の朝には、1本しかない列車に出くわすこともあります。これは、かつての湘南ライナーを衣替えした、特急湘南。以前ご紹介した武蔵小杉駅の動画にも映っていた、あの列車です。東海道線から乗り入れてくる列車ですが、この列車は途中で横須賀線を経由して運行されており、東京駅では横須賀線の地下ホームに到着する、2本のうち1本です。線路を素早く開けるため、車内整備を後回しにして改装されてきます。こちらはもう1本とは違ってそのまま折り返すことはせず、総武快速線に乗り入れて、一駅先の錦糸町駅の留置線に入ります。これは、ラッシュが一段落し、列車本数が減ってから折り返すためです。錦糸町駅の留置線は下り線のすぐ横にあるため、交差視聴もありません。西口側に到着です。壁面の漏水が凄まじく、JR の苦労が伺えます。そしてこの駅、ホームの狭さが原因で、グリーン券売機はホームの途中にはなく、端に設置されています。一旦ここを通り過ぎ、ホームの端まで行ってみます。ホームの端が開削工法なのは西側も同じですが、その長さは東側よりも若干長くなっています。そしてこの端の部分には、東側にはない、あるものがあります。それが、トンネルの名称を記載した、この看板です。2001年に国土交通省になった建設省の文字が、時代を感じさせますね。東京駅と錦糸町駅の名称が記載されていますが、トンネル全体がこの名称ではなく、馬喰町トンネルの範囲は、あくまでこの駅の周辺のみです。東京寄りのトンネルとの兼ね合いで、東京寄りの40メートルとそれ以外で、別の会社によって建設されました。西側の端にはかつて事務室がありましたが、すでに使用されなくなっています。そして、こちら側はホームの端が奥まで伸びているため、シールドトンネルと箱型トンネルの間にある換気口がよく見えます。地下区間が単線シールドトンネルとなったのには複数の理由がありますが、単線ならトンネル内を一方向にのみ列車が走るため、換気に有利というのもその一つです。また、駅間を複線シールドトンネルにすると、ホームに差し掛かる部分で線路間隔が変化し、構造が複雑になります。単線ならその心配もありません。そろそろ西口へと向かいましょう。他の駅と区別するために壁面のタイルが緑色になっているデザインは、西口側でも健在です。鮮やかさを抑えた色合いのタイルと、上の無機質な壁が、国鉄らしさ全開です。ホームから一つ上の階層までの間にエスカレーターがないのは東口と同じですが、こちらはホームのすぐ上の階層に改札があります。ただし、左前にあるこの改札は、都営新宿線への連絡改札。出口ではなく、浅草線へ行くこともできないため、周辺には注意書きが掲げられています。お互いを通り抜けるには入場料が必要なため、JR 側から見た部分だけではなく、都営側から見た部分にも注意書きがあります。そしてこの連絡改札には、この駅が建設された時のある事情が関係しています。この駅は3路線の駅がおおむねこの字型に配置され、地下通路で繋がっています。浅草線だけが独立しているものの、他の2線は位置が被っています。これは総武快速線が建設された時、当時10号線と呼ばれていた新宿線の建設がすでに決まっていたことから、交差部分のトンネルを同時に建設したことが関係しています。平面図を見ると、地下3階にあたる階層を新宿線のトンネルが貫いているのがわかります。ちなみに東口側では、当時計画されていた地下鉄8号線をくぐる予定でしたが、トンネルは独立したものになる予定だったため、地下鉄のトンネルを抱き込む構造にはなっていません。
地下鉄8号線はおおむね現在の有楽町線として開業し、総武快速線をまたぐトンネルが建設されることはありませんでした。そして、総武快速線と新宿線との交差部分には連絡改札が設けられましたが、通り抜ける場合は入場料がかかります。総武快速線の東口には大きな看板があり、余分な料金がかかることが強調されています。この駅の場合、引き返すには地下を上下に移動する必要があり、長い時間がかかってしまいます。連絡改札があるおかげで、地下1階まで上がらずに乗り換えられるのも事実ですが、事業者が異なるため、厄介な部分もありますね。ただし、連絡改札以上の弱点は、他のところにあります。総武快速線と新宿線の上には延々と続く通路があり、通路と同じ地下1階にある浅草線のホームまで続いています。総武快速線の方は特に殺風景な内装ですが、注目すべきは、途中にある出入り口です。馬喰町駅の出入り口はいずれも道路脇のビルと一体化しており、エレベーターはおろか、エスカレーターもありません。エレベーターがあるのは、遥か先、新宿線の改札を通り過ぎて、浅草線のホームとをつなぐ通路にある、一箇所だけ。馬喰町駅で降りた人がエレベーターで地上に出るためには、大きく回り込まないといけません。ところどころにある出入り口も、通路は狭く、入り組んでいるところも多い構造です。出入り口がすべてビルと一体化した構造のため、スペースを広く取れなかったのも要因ですが、バリアフリー的には優しくない駅です。先ほども少し映っていた西口改札へと向かいます。長いエスカレーターだけあって独特な注意書きもありますが、こちらではエスカレーターではなく、ホームからエレベーターに乗ります。地下5層にまたがるだけあって、エレベーターも時間がかかります。地下5階と4階、改札階のある地下1階でしか乗り降りできませんが、途中にも扉だけはある階層があり、資材の搬入などに使われているようですね。改札階に到着です。この駅ではかつて緑の窓口が営業していましたが、2010年に廃止されました。壁面の仕上げが明らかに違うのは、後から区画したことが理由のようです。改札の手前で奥に進むと、こちら側にも、東口と同じ避難階段があります。こちらも地下4階から上がってきていたもので、長い通路の奥に入り口がある階段と、コンコースのすぐ横に入り口がある経路があります。東口より人気があるとはいえ、この佇まいはやはり不安になりますね。また、構内に点在する古いフォントは、こうした扉のプレートにも健在です。そして、階段の出口の右手には、使われなくなった伝言板が残されています。チョークなどはなく、ただ置いてあるだけといった感じです。その裏には、竜のマークがついたパンフレットラックが、この駅の歴史を物語るものが、ひっそりと置かれています。西口の様子がこちらです。東口とをつなぐ通路は改札の間でクランクしており、ここにも国鉄感満載の看板があります。古さ全開の内装だけでなく、国鉄の懐事情や地下鉄との関係性も伺えるこの駅ですが、改良が進められている場所も随所にあります。看板類の交換は着実に進んでおり、環境に優しい LED 式のサイン類があちこちに見られます。発車案内表示器も交換され、液晶画面の見やすいタイプになりました。2両編成の E217 系が特徴ですが、置き換えが進めば、スカレンジのイラストになるのかもしれません。ちなみに去年12月には、壁面の改良に伴って仕上げのパネルを外した時に、古い駅名板が出てきたことがありました。東京駅にあるものと同じタイプでしたが、数日もしないうちにあっさり撤去され、今では四角い跡が残っているだけです。この駅の変化は、まだまだ続きそうです。ご視聴ありがとうございました。